皆さんこんにちは、中島咲です。東京ミュウミュウニュープロローグお楽しみいただけてますでしょうか。今回はいちご役の発表ということで、なんとこちらの封筒の中に結果が入っております。本日は、私中島が僭越ながらこちらの結果を合格者の方に伝える役を務めさせていただきたいと思います。今日は早速開けたいと思います。仲良し創刊65周年を記念した完全新作アニメ「東京ミュウミュウニュウ」の主人公桃宮いちご役を決める声優アイドルオーディション。今回ついに応募総数3000人以上の中から決定したいちご役を発表します。東京ミュウミュウニュープロローグスタート。なるほど、この方がいちごちゃんということで、ではそれでは電話していきたいと思います。ドキドキする。私がドキドキする。もしもし、はじめまして、中島咲です。はじめまして。はじめまして、東京ミュウミュウニュー声優アイドルオーディション、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは審査の結果をお伝えいたします。はい。天満祐希さんにはいちご役をお願いすることが決定しました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。大丈夫、大丈夫、深呼吸して。ありがとうございます。本当に。それではまず制作委員会の方からメッセージをこちら預かっておりますので、読ませていただきたいと思います。大丈夫、落ち着いて聞けるかな。いきます。東京ミュウミュウニュー主人公桃宮いちご役を天満祐希さんにお願いしたく思います。このオーディションはありがたいことに本当にたくさんの方にご参加いただきました。動画審査では参加者の皆様の工夫を凝らした素敵な動画をたくさん見せていただき、イベント審査でも生のパフォーマンスならではの魅力やパーソナリティをそれぞれ発見することができ、審査もかなり難航しました。エントリー番号2117天満祐希です。今本番前で今日までたくさん練習してきたんですけど、緊張とワクワクと不安と期待でもうぐちゃぐちゃで、もう名付けるならばカオスの状態です。さあ、それでは参りましょう。お願いします。お願いします。はい、お願いします。さあ、改めてエントリー番号、そしてお名前をお伝えください。はい、エントリー番号2117天満祐希です。お願いします。お礼にたっぷりご奉仕するにゃん。戦うよ、私は東京ミュウミュウだから。人生を変えるために応募しました。天満さんはその中で絶対にイチゴをつかみ取りたいという熱い思いを一番感じさせてくれた方でした。強い気持ちの乗ったパフォーマンスに多くの審査員が引きつけられ、この子から目を離してはいけないという思いを持ちました。天満楽譜読めるの？はい。ちょっとそこまで一回喋ってみてくれる？守りたいのは、はい、守りだ、わかりますよね。はい、それ分かってる？はい。うまい下手ではなくて、やっぱり元がある原石的なものを感じるなっていうのを感じました。すごく自由で破天荒なのはいいんだけれども、ちゃんとそこに確固としたスキルがないとそれはただのおふざけになってしまうので、彼女もそれをちょっと勉強したらもっと伸びるよなって成果を感じられたというか、今後伸びてほしいなって思うところですよね。ダメだ、暗い、暗すぎる。ちょいちょい裏返るよね、はい、それはいいんです。全然そういう声なんだからいいんです。笑ってみましょう、まずは。途中で泣かない、声質っていう点でこの人はもう一工夫必要な方なんですけれども、でも表情の良さっていう点ではピカイチだったかもしれないですね。表情の変化が声の変化に出てたんです。でそれはとてもいいことですし、
感情を立体的に把握してるなっていう印象がそこで聞いてて伝わってきました。でうっすら顔を上げて顔を見ると随分百面相してましたねでも良かったと思いました。何してるんですか？ちょっと名前書いてます名前どうでしたか？ボロボロです。心身ともに早くセンターに行きたいという気持ちでいっぱいです一っ風呂、みんなで一っ風呂したい気持ちです。今お疲れ様です言っちゃったじゃあ一回ちょっと音流してみるからやってみましょうか。はい、はい、止められないどうして天馬さんはきっとダンスはそんなに今まで経験がないかなと思うんですけど、その中でもこう自分をしっかり出そうとしているところがすごく印象的で、もっともっともしレッスンを詰めれば良くなると思うし、気持ちが伝わったなと思います。正直実力は歌もダンスも演技も現時点ではまだまだ足りないところはたくさんあると思います。しかし最終審査で天馬さんは厳しいレッスンの中でも先生方の言葉を少しでも多く吸収しようと必死に食らいつき、短時間の中でも成長する姿を見せてくれました。その姿は今後の大きな成長の可能性を感じさせるとともに、ピンチに立たされた時にこそ強くなるイチゴの姿に重なり、ぜひ私たちと一緒にこの作品を作っていただきたいと思いました。これから先大変なことも多くあると思いますが、一緒に頑張っていきましょう。アニメ東京ミュウミュウニュー制作委員会、以上です。とのことなのですが、天馬さん、今のお気持ちはどうですか？気持ち悪い、なんか嬉しすぎて嬉しすぎて気持ち悪いでもね、もうなんか見れないです。もう顔がもう顔がせっかくなのでお話ししましょうはいドキドキしちゃうよね。そわそわするよね。手震えるよね。すごくわかる私も十何年前、18年前結構前だけどミュウミュウのいちご役が受かったって電話をもらった時はもう本当に手が震えたし泣いたし、もう嘘なんじゃないかって思ったのでですよね。気持ちはとってもわかります。ありがとうございます。大好きです。すみませんありがとうございますこれからね、新しいいちごを天馬ゆきさんが作っていくことになると思うんですけど、頑張ってください。ありがとうございます頑張ります。頑張れるかなはい笑顔で頑張って。はいオーディションの時に言ってたけどぶちかますんでしょはい頑張ります。ありがとうございます。はいもう今パニックなんですけど、東京ミュウミュウはもう本当にさまざまなもう世代の皆さんから人気のあるもうすごい大きな作品なので、私がいちごの意志を継いでさらに東京ミュウミュウ旋風を巻き起こしていけるように精一杯身が滅ぶまで頑張りますありがとうございます。大丈夫大丈夫、頑張れる。ありがとうございます。応援してます。はい頑張ってね。頑張ります。おめでとうございました。レッスンさせていただいて、それでこの、本番まですごく時間が短かったと思うんですけど、そのレッスンだけですごく良くなった子がいるので、だったらもうちょっとお家でここに至るまでに頑張れたんじゃないかなっていうのがすごく惜しかったなって思うこと、気合っていうかここにかけてる気合がすごく伝わる子もいて、そうですね、そこをちょっと評価させていただきたいかなと思います。龍崎さんはすごく多分緊張してるのが伝わったんですけど、さっきレッスンで、言ったことを注意したこと、ここは頑張ろうねって、本番の時に頑張ろうねって言ったところ、きっちりそこを直してきたので、すごく頑張ったなと、この短い時間にね頑張ったなと思います。アンジュちゃんは練習不足、すごく練習不足だと思います。なんか
一個一個すごくできてるところとできてないところと差が激しくって、いやそれはダンスが上手い下手とかダンスのスキルがとかではなくて、ただ練習っていうところが目立ったのでちょっと残念だったなと思います。モモティさんと東雲さんはそうレッスンでここだけ頑張ろうって言ったところが直せてなかったから、そこがちょっと残念だったかなと思います。愛沙さんはきっとすごく練習してきたと思うんですけど、だけど、彼女の練習量よりももっとできたなって思います。もっと力持ってるはずなので、すごくなんか真面目なところも伝わるんだけど、まだまだ彼女はもっと上があるなと思いました。なのでちょっともったいないなと思うところもあります。ブースの中で私聞くようにしたんですけれども、マイクを通さない肉声で、ちょっと確認させていただきたいところが結構あったので、実際の音圧ですとか、そういうところも確認したかったんで、マイク通しますとどうしてもレベル小さい人は持ち上げて収録することになって、そこの部分ちょっと分からなくなる場合もあって、実際どんな感覚で演技してらっしゃるのかを確認させていただきました。そしたらレチョパさんなんていい例なんですが、マイク通して前聞いた時よりはすんなり聞けて印象変わったなと思う人が何人かいたんです。アルニャンさんっていうのは結構天然な人だなと思ってたんですが、より天然であることが分かったりとか、そういう個性についてはより分かりましたね。できてる人とできてない人が確実にパシッと分かれていた印象はありました。他の審査についてはちょっと私分からないですけれども、声の芝居に関して言えば、この人は1年後にはなんとかなりそうだっていう人が何人もいました。1年後じゃ難しいけど3年後なら大丈夫かっていう人もいました。かりんとさん、声質についてマイク通すよりもより鮮明に分かったんですけれども、この人なんですよね。3年後になんとかなるかもしれない人、すぐにはなんとかならないかもしれないけれどもなんとかなるかもしれない面白さを持ってる人とか、ハルニャンさん、この人天然っぽいんですけど、ある種頑固なのかもしれないなと思うところも感じましたし、でも見てて面白かった人っていうのがいました。前の審査の時は面白いまで行った人はあんまりいなかったんです。そういう点で面白いなと思えた人がいました。モモティさんなんか前から僕はこの人は面白さをちょっと感じてたんですけれども、この人については逆でああいう場だったからかもしれないですけど、ちょっと硬さを感じてしまったんですよね。人と会話ができる人人と会話できる感性を今の時点で持っている人ということだと思います。人に対して声を届けるっていうか、届く声を出せる人、相互にやっている3人の掛け合いのところで一番よくわかるんですけれども、相手にきちんとセリフを渡せているかどうかというところが一番ポイントになってくるわけですけれども、概してなんですが、自分の役と言うべきイチゴをやってない時、みんな生き生きした顔してるんですよね。そういう人たちはより自由にやってるんだと思いますけども。そのレベルが低かったです全員。やっぱり自分の人生をかけてオーディションに入ってくること、あと思いつきで受けてしまったがゆえに、実は何の例えば歌唱レッスン、ダンスレッスン何もしていない、素のままに来ている、そういう子が混在している中なので、最初に視聴者というか、ファンの皆さんたちの投票によって入ってきて、その結果予選に入ってきた時に結局舞台にステージに立っても手も足も出ない、声も出ない状態が多かったので、これを到底高いレベルのオーディションということは私はできません。なのできつい言い方かもしれませんけれども、これからやっぱり受けられる方はそれなりの準備をするということもすごく大切かなと。一方何のスキルもないんだけれども、この子面白いんじゃないかなって思う子がいます。ただ僕は歌唱の審査で来てるので、歌の下手な子にあまりいい点数をつけることはできないので、全体的な印象というとちょっとレベルが全体的に低かったなっていうのが
一緒です。レッスンしてる時には単発的にみんなちょっとテンションがガッと上がるもんですから、その時にこの子の将来的なものが少しもう少しできる可能性を感じるんですけど、やっぱりどうしても普段のこの癖というか、なんていうんですかね、ループを巻いている自分の人生すぐ結局戻ってしまう。1回レッスンしたぐらいではやっぱステージ来るといつもの自分に戻ってしまうので、そこはなかなか成長を感じられるかなっていうと、突発的にうわっと思った子はいなかったですね。レジョパなんですけれども、一番最初の6時の時に僕リモートで参加していて、あまり実感することができなくて、ただセリフのなんか喋り回しかな、すごくそれは独特で面白いなと思ったんです。でこの子どういう歌を歌うのかななんて楽しみにしてたんです。でレッスンの時にはそんなに目立たなかったんですけど、ステージに来て今日聞いた時にやっぱりこの子独特で面白いなと。まだスキルがないので歌はガタガタだし、得意じゃないって自分で言ってたのかな最初。あまりでも得意じゃないものは得意にしていけばいいので、時間はあるので、結構レチュパはそれが感じるなっていう。あと僕はずっと最初から気になってたんですけど、アンジュっていう子がいて、ものすごく控えめで内向的なんだけれども、あの子は爆発したらすごいだろうなって、持っているものが音楽的なものはすごく才能があるなって僕は思ってます。なのでそれがチラッとは見えるんだけれども、まだチラぐらいなので成果と言われるとそこまでじゃないかもしれない。びっくりしたのが、実は一番最初の60人の審査の時にもうほとんど印象になかった、印象はあったんですけれどもコメントがないって書いちゃった子がいて、それが龍崎ゆかって子なんですけれども、今の歌を聴いたらちょっと僕涙が出てきました。最後の熱量がすごかったです。まだまだ荒いところはあるけれども、なんていうのかな、全身全霊で歌っている飾ってない歌い方、すごく印象に残りました、歌としては。2020年4月に募集を開始した東京ミュウミュウニュー声優アイドルオーディション、ついにいちご役が決定しました。ここまで一緒に応援し見守ってくださった皆様、本当にありがとうございました。しかし東京ミュウミュウニューはここからのスタートです。そしていちごだけではありません。残るミント、レタス、プリン、ザクロ役の選考も行われ、4名の少女が選ばれました。次回はミント、レタス、プリン、ザクロ役の4名のオーディションの模様と選ばれたメンバーをご紹介します。さらに2021年2月22日に5人のお披露目となる生放送イベントが決定。この東京ミュウミュウチャンネルにて YouTube ライブを行いますので、ぜひチェックしてくださいね。